あなたは一人の時間が好きですか？その時間をどう過ごしてますか？スマホを見て気づいたら時間が過ぎてる。結局何も変わらないまままた同じ毎日が続いていく人も多いかもしれません。実はこれかなりもったいなくて、同じ一人の時間でもその使い方次第で思考も行動も人生も大きく変えていきます。でも多くの人はその使い方をしていない。今回はあなたの一人の時間の価値をさらに高めるお話。どうも、旅する起業家のるきです。今回は一人が好きな人こそやってほしい一人時間の質が劇的に変わる神行動8選ということで、僕自身も今海外に一人で住んでいて、一人の時間を大事にしている人間の一人なんですけど、実際に試して効果が高かった一人時間の過ごし方をあなたにお話しします。自分の時間の価値を高められる内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。一人時間の質が劇的に変わる神行動8選。1、高級ホテルのラウンジに一人で行く。これ正直ちょっとハードル高いですよね。でもあえて高級ホテルのラウンジに行くのには理由があります。そこはコーヒー一杯1000円以上の世界。普段なら高いなって感じる金額だけど、それが当たり前の場所。その空間にいる人たちはどんな服装で、どんな表情で、どんな会話をしているのか。それをただ観察するだけでもかなり気づきがあるんですよね。この人たちはこんなことを考えながらこういう感覚で生きているんだって。実は人って自分がいる環境の基準に無意識に引っ張られると言われています。なので普段とは違う判断をあえてしてみる。普通に考えたらコンビニで美味しいコーヒーは200円で買えるし、カフェに行ってもせいぜい400円ぐらいですよね。そう考えると1000円のコーヒーは高すぎる。けどそれは普通に考えたらの話です。自分の普通をあえてぶち破るんです。で、ここがポイントで、高級ホテルに泊まるとなると1泊で数万円以上かかることもありますよね。でもラウンジだけの利用ならたった1000円くらいでその空気を体験できます。1000円の投資で普段は行かない空間を味わえて、余裕がある人たちの周波数に合わせることができます。正直かなりコスパいいと僕は思います。僕の場合ラウンジに行った時はその空間で自分がどう感じるかをよく観察しています。違和感があるのか、落ち着かないのか、それとも心地いいのか。その感覚って今の自分の現在地を教えてくれるからです。月1でもいいし、2ヶ月に1回でもいいし、勇気を出して高級ホテルのラウンジに行ってみると、何か今は得られていない発見があるかもしれません。2、ノープランで国内一人旅行に出る。あえてノープランで行く国内の旅行は行き先だけ決めて、あとはその場の気分で決める。どこに行くかも何をするかも全部その時の自分次第。日常生活で自分の気の向くままに決めれることって少ないですよね。仕事も家庭も友達や恋人がいたりすると、自分の気の向くままに過ごす時間は作りにくい。だからあえてノープランで出発して、ビートルズのレッド・イット・ビーみたいな感覚であるがままの時間、気の向くままの旅を味わいましょう。今自分がどこに行きたいのか、何をしたいのか、全部その時の自分に聞かないと決められないことです。で、もう一つ大きいのが偶然を楽しむこと。日常ではある程度決まった毎日の繰り返しになりやすい。ノープランで行く旅の先にはたまたま入った店が良かったり、たまたま見つけた景色が心に残ったり、計画していたら出会えなかったものに自然と出会える可能性があります。失敗も含めて思い出になる。目的地と日にちだけ決めて出かけてみましょう。3、海外一人旅行に出る。先ほどは国内の一人旅行を話しましたが、あえて海外に分けているのには理由があります。海外って非日常のレベルが一段違うんですよね。言葉が通じないこともあるし、文化も違うし、自分の当たり前が通用しない。自分のコントロールが効かない状況にあえていく。これって一見不安なんですけど、実はかなり大きな価値があります。なぜかというと、人はコントロールできない環境に入ると、強制的に考える力と対応力を使うようになるからです。どうやって伝えるか、どうやって解決するか、どうやってこの場を楽しむか。全部自分でその時考えるしかない。当たり前の日常で省エネモードになっているのも飛び起きて活動し始めます。そして旅を乗り越えるとなんとかなるなって思えるんです。心理学では自己効力感と呼ばれるもので、自分の力で問題を乗り越えた経験があるほど自分はできるという感覚がどんどん強くなると言われています。国内だとまだ安心の範囲の中で動けるけど、海外はその外に出る。だからこそ得られるものの大きさも全然違います。僕も一人で海外旅行は一度もしたことがない状態で、一人でタイに移住を決意して今住んでるんですけど、確かに日本を出る前は不安もありました。けどいざやってみるとできるもんです。
で、できるようになると、他のことも全然やれるんじゃないかって自信につながるんですよね。4、ノートにやりたいこと、やらないことを全部書く。これシンプルなんですけど、正直かなり効果あってすぐにできることです。ノートを1冊用意して、やりたいこととやらないことを全部書き出します。ポイントは、綺麗にまとめようとしないこと。とにかく思いつくままに全部書き出してみましょう。すると不思議なことに頭の中でモヤモヤしていたものが一気にクリアになるんですよね。実は人って頭の中に情報が溜まりすぎると思考の質が下がると言われています。でも書き出すことでそれを外に出すことができる。これ心理学では外在化とも言われていて、頭の中にあるものを言語化するだけで整理されて客観的に見えるようになるんです。で、ここからが大事で、まずやらないことを決めること。多くの人は先にやることを増やそうとするけど、実際に人生が変わるのはやらないことを決めてからなんですよね。時間もエネルギーも有限だからこそ、何をやらないかをまず決めることで、やれることをそのスペースに追加できます。僕が人生変える前にやめたのは、苦手な人や合わない人と関わること、落ち込むこと、過去の自分を悔やむこと、ギャンブル、酒、ドラマやバラエティ番組を見ることです。やめて空いたスペースを学びの時間にしていくと人生は好転していきました。5、温泉、サウナ、岩盤浴があるスーパー銭湯に行く。休日の朝からスーパー銭湯に行って、温泉に入って、サウナに入って、岩盤浴でゆっくり汗をかいて夕方くらいまでまったりする。こういう時間って日常で溜まった疲れを一気にリセットしてくれるんですよね。体がほぐれるだけじゃなくて頭の中まで軽くなる感覚がありますよね。実はサウナや温浴って自律神経のバランスを整える効果があると言われていて、ストレスで乱れた状態を自然とリセットしてくれます。思考がクリアになる感覚があるんです。で、ここが大事なポイントで、スーパー銭湯に行ったらあえてスマホをそんなに触らないこと。漫画があるとこも多いけど読まない。ただぼーっとする。これをやるだけで効果が全然変わります。日常生活ってたくさんの情報で頭を埋めている状態なので、ここで何も入れない時間をあえて作りましょう。特におすすめなのが自然がある温泉で長居できるところ、外気浴で風に当たったり、露天風呂で空を見たりしながらぼーっとする時間。サウナより岩盤浴の方がじわじわ温まるので、この時に瞑想できるとさらに心身ともにリフレッシュできます。6、神社で何も考えない時間を作る。神社って独特の澄んだ気を感じますよね。静けさと日常と遮断された神聖な空間。午前中は人も多すぎないし、自然に囲まれていることも多いですよね。その空間にただいるだけで思考をリセットできます。で、ここでもポイントで、スーパー銭湯と同じくできるだけ何かをしないこと。写真を撮ったり、スマホを触ったり、考え事をしたり、あえてしない。ただ、その場にいるだけ。風の音とか、空気の感覚とか、目を閉じて自分の呼吸に耳を傾ける。そういうものに意識を向けるだけで頭の中のノイズが減っていきます。実はこれ心理学でいうマインドフルネスに近い状態で、今この瞬間に意識を向けることでストレスが軽減されて思考も整いやすくなると言われています。普段ってどうしても考えすぎる状態になりがちなんですけど、神社のような場所に行くとそれを強制的に手放せるんです。神社に行くなら午前中がおすすめです。僕は熱海に住んでいる頃は毎日の朝散歩の途中で来宮神社に行ってました。朝の澄んだ空気の中で人も全然いないのですごくリフレッシュできました。平日でも早起きすれば仕事の前に行けると思うので、神社への参拝はかなりおすすめです。7、雰囲気がいいカフェで1時間だけ読書をする。これただの読書じゃなくて環境と時間を決めて読むのがポイントです。雰囲気がいいカフェに行って読書の時間は1時間だけって決める。で、その間はスマホを見ないで本に集中する。これだけで読書の質が全然変わります。普段って家で読書しながらたまにスマホを見たり途中で気が散ったりして意外と深く入れないことが多いです。特に自分の部屋でベッドがあったりすると脳は寝る場所とも認識しているのでちゃんと集中できないんですよね。でも環境を変えて時間も区切ると強制的に集中状態に入れます。実は人って環境と制限があるほど集中力が高まるとも言われています。静かで少し特別な空間に身を置いて時間も限られている。だからこそ一気に深く入り込めるんです。で、ポイントはおしゃれなカフェであることです。お手頃なチェーン店と比べて多少価格が高くても上質な空間の体験料と捉えておしゃれでいい雰囲気のカフェを選びましょ
ょう。おしゃれなカフェで読書していると自然と自己肯定感が上がります。このカフェ選びってかなり大事で、例えば予算削減でマクドナルドやファミレス、ベローチなどを選ぶと低予算で抑えたい人たちがその空間に集まるんですよね。例えばマクドナルドやファミレスだと学生や子供と来てる家族が多くて、横でゲームをしてたりハッピーセットのおもちゃで遊んでたりと騒がしくて読書に集中できません。少し予算が上がっても静かに読書に集中できる場所、静かな人たちが集まるおしゃれなカフェを選びましょう。チェーン店ならスタバ、ルノワール、タリーズあたりは僕は好きです。その時間はあなたの思考の質を上げ、自己肯定感も上げてくれるでしょう。8、ジムに行って自己啓発動画を見ながら走る。これかなりおすすめで僕もやってるんですけど、自己肯定感とモチベ爆上がります。ジムに行ってランニングマシンで走る。もしくは歩きながら自己啓発系の自己成長につながる動画や音声を聞く。ただ運動するだけじゃなくて体を動かしながら学ぶっていう使い方です。これをやると頭に入る感覚が全然変わります。実は人って体を動かしている時の方が脳が活性化しやすいと言われていて、運動によって血流が上がることで集中力や理解力も高まりやすくなります。ただ座って動画を見るよりも動きながらインプットした方が記憶にも残りやすいんです。で、もう一つ大きいのが、やってるなって感覚が異常に出ます。運動して健康的な体を作って、それに同時に学びも入れている。自分最高じゃんって自己肯定感が上がるんです。自己成長において大事なのって小さなことでも毎日自分を褒めれること。認めることなんですよね。自分なんてとか、自分はダメだって言ってたら、そういう人間にどんどんなっていきます。僕そんな時期あったんですけど、本当自分が思う人間を演じるというか、そうなっていくんですよね。だから褒めれる行動をあえてして、自分を毎日褒めてあげる。で、ジムは意識が低い人はほぼいない環境です。何かしら努力してる人しか集まらない場所なんです。そんな人たちと周波数が同期できるんで、自分の意識も自然と上がってかなり効果あります。できればジムがいいんですけど、ジムがハードルが高い人は外でのランニングやウォーキングでもいいと思います。筋トレや過度なトレーニングはせずに、まずはウォーキングから始めましょう。ここまで8個話してきましたが、同じ一人の時間でもどう過ごすかでその価値は全く変わります。なんとなく時間を消費することもできるし、自分を整えて人生を前に進める時間にもできる。すべてはあなた次第です。もし今日の話を聞いて、これ試してみたいなと思った行動があれば、ぜひ一つでもいいので自分の人生に取り入れてみてください。あなたの一人時間の過ごし方のおすすめとか感想などあれば、ぜひコメントで教えてください。一人時間が好きな人は自分を最短距離で成長させれる人でもあります。その時間をどう使うかが鍵です。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。